皆さん、なおぼうチャンネルへようこそ。そして楽園へようこそ。ファーはべらかす、はっはっは。お尻お尻もかわいいよ。そんなことないよ。なおちゃんの方がかわいいよ。いや、ペンギンのお尻の方が100倍かわいいよなんでひっくり返ってんだろう。まあいっか。ということで、改めまして声優歌手の遠山奈緒です。声優デビュー10周年ということで、いろんな企画を YouTube でお届けしておりますが、今回は私のドゥアイ好きなペンギンさんたちの回です。うわー、いや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 、ピミピミ。私がね、皆さんにペンギンの愛をたくさんお届けしていきたいと思っておりますよ。事の始まりは、なおちゃんってイベントの時の歩き方がペンギンさんみたいですねって言われて、どうかねどうかね。そこからペンギンってどんな動物なんだろうって調べ始めたら、もうね、この子たちの可愛さがすごいの。もう歩く時こうやって歩くんですよ。こう手を広げて、てて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 、見つけちゃった。こんにちは。僕ケープペンギンって言うんだよ。ケープペンギンはね、お腹にお腹に点々がない。しかもこの子は多分マゼランペンギンですね。これがケープペンギンです。これちょっとこう首がこっちこう向いてるんですね。こんな感じ。いや、みんな元気してるかい？俺が本当のケープペンギンさ。さっきのやつは多分マゼランペンギンだぜ。そうだよ。僕本当はマゼランペンギンだった。僕たちでもフンボルトペンギン族で仲良しなんだ。さあ、マニアックな話になってまいりました。いやー、ペンギンはですね、実は18、9種類いると言われているんですけれども、その中のね、この子たちは親戚みたいなもんなんですけれども、そうそう、こういう生態を知っていけば知っていくほどいいということで、今日はここにいるぬいぐるみのペンギンちゃんをもとにいっぱいペンギン愛を語っていきたいと思っております。なんと制限時間があります。10分。どうしたんですかねえねえ、どうしたの？ねえねえ、私が時間を言うのが遅かったってやつですか？もう始まってんじゃねえかってやつですか？ここから10分刻んでいきたいと思っております。さあ、私は語り尽くすことができるのか、はたまた早く切り上がってしまうのか。さあ、始めてまいりましょう。ペンギンアイトーク10分間スタート。そうですね、まずは私の一押しペンギンがこのケープペンギンちゃんって言うんですけども、なんていうのかな、魅力は、見ればわかると言いますか。どうですか？回ってしょうがないな。じゃあみんなのために回っちゃおうかな。でもなんかみんなの声があんまりよく聞こえないから、まだちょっと回る気になれないな。回ってじゃあみんなの声にお答えして回っちゃおうかな。ドゥルル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 ル、ここね、ここ後頭部ドゥルル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 ル、じゃーん、かわいい世界一かわいいよ。ほーみたいな感じでですね、もう今のとこでも可愛いところがいっぱいありましたね。まずはケープペンギンのいいところはこのお顔ですね。基本こう白黒でいることが多いペンギンさんなんですけども、このピンクのラインの入り方が絶妙。多すぎず少なすぎず、もうケープペンギンのこのね、配色がすごく好きなんですね。フンボルトペンギンはもうちょっとくちばしにピンクがあってもそれも可愛いし、あとはアデリーペンギンとか、よく皆さんのね、この IC カードありますよね。スイカペンギン、姉はアデリーペンギンをモデルにしています。
そう、あの子はね白黒だけね、ピンクはないんですよ。そんなこんね、配色がケープペンギンは私は特に好きなところ。そう、顔を見て覚えて帰ってくださいね。そしてこの後頭部のフォルム、後頭部このカーブがね、もう撫でてって私のこと誘ってるの。さてはあなた誘ってるんでしょう。なんていけずなでも騙されてしまうこの可愛さに、ここに顔をうずめたい。うずめさせてくれ。でも実際のペンギンちゃんはね、元気いっぱいなんで、もう遊びに行きたい、あっちに行きたい、あっちのとこに行きたい、水に入りたい、ブワーショーみたいな感じなのでね、こんなこと絶対させてくれないんだけど、今だけはって思ってしまうぐらいのフォルムなのですよ。魅惑ですね。そしてこの羽ではありません、フリッパー。そう、フリッパーって言います。これがね、実はこう皆さんモフモフしてるって思ってるでしょう、ペンギンのこと。ぬいぐるみとか持ってるとふわふわでモフモフであったかくって思ってるかもしれませんけれども、ペンギンの本当の毛は硬いんです。ちょっとスベスベしてるんですなんて、なんかずっと知ってたみたいに言ってますけど、私実はペンギンにお触りするのはもう本当にこの間が初めてで、このね10周年のキャラクターソングベストアルバムを発売しますって発表した生放送があるんですけども、それを東武動物公園さんでやらせていただきまして、その時にね、こうやってこうやって持たせてもらったんです、ペンギンを。絶対ここからこう手を入れると、あの子たち手をパーってするんですよ。パーってして、なにって、なんか持たれてんなっていうような反応をするんです。なんかペンギンが可愛いところって、言葉は喋れないガーガーって、ちょっとまあ迫力のある声、なんかワンワンとかミャーミャーとかそういう可愛い感じじゃなくって、結構ガーガーって勢いよく鳴く動物。言葉は喋れないんですけど、でもなんかもう仕草とかちょっとした表情とか、そういうので気持ちが伝わってくるんですよね。わかるんです。きっとなんかすごく頭のいい動物なんだなって感じるんです。だからコミュニケーションが取れるんですよ。その子をこうやって持って、足がねジタバターってしたりとかして、なにってこれから何すんの、どうすんの、どこに連れてくのみたいな感じでね言ってくれんだよね。そうだよね。そう、でも持たせてもらったんです。その時に結構やっぱり水を弾く毛をしているなと感じましたね。これ皆さん水族館とか動物園にいた時にペンギンをね見ててほしいんですけど、この子たち結構体が柔らかいんです。でこれペンギン今ぬいぐるみだからできない、首もげちゃうからできないんだけど、こうフッってお尻の方にフッってこう身をよじるんです。あれはお尻のところから出る水を弾くなんかオイルみたいな、そういう分泌されているものがあって、それをえいってお尻で取ってってこうって体に塗りたくることによって、こう泳ぐ時にねスイスイっていけるようにしてるんですよ。すごく頭がいいでしょ。そういうスマートなところも好き。そんなに好きって言われたら照れちゃうなみんなは僕のこと好き？なんかみんなの声が聞こえてきた気がするだんだん僕のこと好きになってくれた？でももっともっと惚れさせてやるぜ。今どこまで話したっけ？フリッパーのところまで行きましたね。そう、フリッパー覚えてくださいね。これがね、もう皆さん
ペンギンを怒らせたら大変ですよ。可愛いと思って侮っちゃいけません。この子にもし嫌われて、あ、そんなこと考えたくない。なんか最近なんか治っちゃってチキチキとか言ってくるけど、僕たちのこと全然会いに来てくれないよね。違うんだよ。それには深いわけがあってね。私も仕事をしているし、家の近くに水族館があるわけでもないし、本当は会いに行きたいんだよ。会いに行きたいんだけど、でもやんごとなき事情で会いに行けなくて、もちろん仕事より友達より君のことが大切さ。だけどそうできない理由が僕にはあってね。でもね、僕はね、ずっとなおちゃんが来るのを待ってるんだよ。この迷惑のボディを鍛え上げてなおちゃんが来るのを待ってるんだよ。ごめん、そんな気持ちで待っててくれたなんて。それさ、こんなにいっぱいいろんな子をはべらせてさ、僕のことが一番好きって、一押しペンギンだって、ケープペンギンだって言ってるのに、どうしてもうなおちゃんなんか嫌いなんだから、ピシンってやられたら死です。もう粉砕すると思います。そのぐらいこの子たちは力が強いんです。もうペンとかやられたらボキボキってなるぐらいすごい力を持っている、そんなもうね、舐めちゃいけない動物なんですよ。そうだからね、大切にしないといけませんね。そして私のケープペンギン的なすごい可愛いなって思うところはこのお腹です。なんかね、キャラクターにする時とか絵にする時ってどうしてもお腹に斑点があるとちょっと可愛く描きづらいところあります。だからまあこうやってぬいぐるみにする時はこうね、お腹がつるんって白くて可愛いって感じになったりとか、まあ、この子もそうですよね。多分本当はね点々があるんだけど、何ですかその1って何ですか？お前がナンバーワンだって気持ち？あと50秒？もうそんな時間ですか？お腹がね、このふーんってなってるこの感じがすごく可愛いんです。他の子たちもね、もちろん可愛い、この子はキャラクターナイズされてますけど、なんかね、スンって水泳選手みたいにかっこいい感じの洗練されてる子もいるんだけど、ケープペンギンはね、この感じが可愛いの。これはね、実写をぜひ見てもらいたいなって思っております。あと20秒。あとあんよが可愛いんです。あんよがね、すごい可愛いの。実は私のこの、ね、色紙をね、東武動物公園さんで一緒にこう足型と私のサインと作ったんですけども、これね、足型取るときどうやって取ったかっていうと、こうやって筆でこうやって墨を塗るんですけど、その時にくっちゃぐったいよち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 。もっとお話ししたかったな。ペンギントークしたかったな。僕もなおちゃんのおしゃべりもっと聞きたかったな。そうだよね、まだまだ足りないよね。でもママの抱っこが気持ちいいから僕は今幸せだよ。そう、ずっとベビちゃん一緒にいようね。あれ、なんか始まってました？なんかすいませんね、ちょっとおたわむれが過ぎちゃいましたかね。まあでもとにもかくにも少しでもペンギンの魅力が皆さんに伝わっていたらば、もう私は思い残すことはございませんね。今回、今 T シャツも着てますけれども、東武動物公園さんの無事会、もう僕のこと話さないでね。話さないよ。君がナンバーワンさ。大好きだよ。愛してるよ。ということでですね、東武動物公園さんとコラボをさせていただきまして、T シャツを作ることになったんですね。これは普通に動物園で売ってる T シャツなんですけれども、私がデザインをさせていただいた T シャツをこの度作っていただきました。で、採用されたものじゃないものもですね、いっぱいほんと今回書いたんですよ。なのでちょっとだけお見せしたいと思います。
まずはこちら、カレーね、もうペンギンちゃん、ビールくんとパッタイちゃんっていうことを一緒に遊ばせていただいたんですけど、その2人に挟まれてるイメージです。幸せそう。そしてこちら、はい、これはねちょっと実写っぽく描いてみました。私が、当日のイベント衣装を着てるんですけども、その後ろにお魚を隠していて、でももうビールくんとパッタイちゃんにはなんか後ろ手になんか持ってるぞ、なんだって気になっている様子をちょっと写実的に描いてみました。結構うまく描けたと思います。ほんでもってこちら、これはもうその名の通り、ビールくんとパッタイちゃんがビールとパッタイと共にいるというイラストです。もうね、東武さんのネーミングセンスがめちゃめちゃ面白くて美味しそうで、このね食べ物とペンギンちゃんのコラボっていうのも考えてみました。あとこれね、もうとにかくもうバケツの中から飛び出す、本番中に何回飛び出したかわかんないぐらいのもう元気いっぱいのペンギンちゃんたちだったので、その飛び出してる様子もちょっと絵にしてみようかなと思ってチャレンジしました。あとね、このやっぱりペンギンは歩いてるところが可愛いっていうことで、てっ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 て歩いてるところ、足型も一緒にここね描いてみました。これ結構気に入ってます。あとはこうちょっといろんな方が手に取るかなってことも考えて、なんかこうゆるキャラみたいなセンス少なめな感じのデザインも考えてみたんです。でもね、やっぱフンボロとペンギンって絵にするのすごく大変で、なんかお腹の斑点は分かりやすいんですけど、このね顔の柄とかがもうなかなか可愛く描くのが難しくて何回も描いたんですけど、これは比較的うまくいきました。やっぱりバケツから飛び出してます。さあ、ということでいろいろ描いてきましたが、実際 T シャツとして採用されたデザインはこちらです。わー、どうでしょうこれはね、やはり皆さんに普段使いしていただきたいなっていうところで、シンプルかつおしゃれな感じでも可愛いみたいな、ちょっと胸のワンポイントな衣装にしてみました。どうですか？これね、もうぜひ皆さん着て、で動物園に遊びに行くみたいなペンギン尽くしのコーディネーションでコーディネーション。さあということで、このね T シャツを皆さんお手に取っていただきますと、その分の収益金がなんとペンギンちゃんたちの餌代になります。わー、最高。もう推しのご飯になる、推しのご飯におまんまになっちゃうっていうことで、もうすくすく育っていってほしいですね。ペンギンちゃんたち、そしてお世話している飼育員さんたちの、お手伝いができればいいなと思っております。ぜひ東武動物公園さんのオンラインショップにて皆さんプチッと注文していただけるととても嬉しいなと思います。ペンギン愛を注いでいきましょう。もう終わりますか？終わっちゃうんですか？もっと愛を伝えたい、もっと戯れたい、なんなら本物のペンギンに会いに行きたい。もう一回東武動物公園に行きたい。ちょっとこのほてった体がまだ静まらないから、もうちょっと戯れたいな。まだ僕もみんなとお別れしたくないな。なおちゃんももっと僕と一緒にいたい？いたいよ。いつだって一緒に帰ろう。なんだったら一緒に。いやそういうことじゃなくて、僕もっとみんなに伝えたい思いがあるんだ。あるの？ということで僕の歌を聞いてお別れです。聞いてください。なおちゃんが作詞をしました僕たちへのラブソング、ワンダーラブ。チャチャチャ不思議、ハウメにそうめにどうしてこんなに目が合うの、トゥルルルルルル、ひとするななななななあらら歌詞とんだ、とってもI'm lucky so lucky、へこみたりたいたうにね、トゥルルルルルル、モノクロの恋なら彩りましょう、もんまち
不思議 How many so many どうしてこんなに目が合うのはずれちゃうなあんたただここはやっぱり歌詞飛ぶよとってもあらけそらけへこみたれた糸にねモノクロの恋なら彩りましょうとてもスイーティーラビニューニュ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 チュ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 飛び込めワンダラーふわふわなフェノメノン会いたい足りない思われたいダメ今日も上の空乙女も男